はい、皆さん、こんにちは。エレナだよ。2週間連続ですね。ちょっとおしゃべり動画になってしまったんですけど、で、今日の動画ね、なんで急に撮るかっていうと、結構ね、何回も悩んで、これ話そうか、話さないかっていうのがめっちゃあるし、でも、リクエストがすごく多かったっていうのが、あるんで、今日はね、恋愛観についてお話ししたいと思います。こんな私で話すのもあれなんだけど、普通に24歳で香港出身で、前日本に住んで、今カナダに住んでるっていうだけなんで、なんか結構聞かれてるのが別に自分で恋愛観じゃないのよ。ただ、世界の恋愛観の違いというか、香港と日本と、今カナダにいるから、ちょっとだけね、お比べしてみようかなと思って、とりあえずね、自分は、日本人と香港人としか付き合ったことないんだけど、ここでいろいろマッチングアプリとかもやるのよ。だからいろんな人と話したことあって、その恋愛観についてとか、このカナダに来る理由の一つも、海外の人の恋愛観知りたいから来ましたっていうのが本当にあって、一番メインに聞かれたことあるのが、香港男性の恋愛観ってどういう感じって言われたんだけど、正直わからないの。本当に最初からわからないって言ってるのが本当に申し訳ないけど、本当にわからなくて、一人しか経験したことないし、香港人にあんまり興味持たないタイプなのよ。だからあんまりわからないんだけど、でも言えるのがね、みんなさ、例えばマッチングアプリとかやるときにさ、相手にいろんな質問するんじゃん。で、結構女の子としての決め手っていうか、自分でもそうなんだけど、実家暮らしだとマジ嫌だっていうのがあって、日本だとさ、結構あるじゃん。大体さ、みんな大学とか入ると、一人暮らしするし、寮に入るとかあるんだけど、香港って結局狭いところだし、家賃すごく高いのよね。だから、一人で住むのがとっても無理なんで、20代から30代の男性が一人暮らしするって、あんまり知らないのよ。正直言って言うと本当にあんまり知らないぐらいないから、そこを求めちゃうと、香港人の男性と付き合うことは絶対できないんだよね。シェアハウスする文化もそこまでないから、香港で。だからこそ、二人の時間ね、難しいと思うよ。香港人と付き合うと、香港でね。カナダだとシェアハウスの方がいっぱいいらっしゃいまして、だから一人暮らしの人もいれば、シェアハウスの方が多いかもしれない。日本みたいな一人暮らしを求めるなんて本当に難しいのね。これが香港人のデメリットの方なんだけど、日本人でも、デメリットはあるのよ。日本人大好きなんだけど、タイプが日本人です。はい、30回ぐらい言います。なんかちょっと足りないなっていうのは、個人的なんですよ。視野があんまり広くはないっていうところかな。その視野が広くないっていうのが、世界に向けてって話なのよ。国内になってしまう。その将来を考えるとね、もうとりあえず日本にいるっていう人が本当に多くて、外出ないのよね。その理由はわかるのよ。だって日本の中でもさ、北の北海道から南の沖縄まであるんじゃん。だから、海外に出ようとしないっていうのがめっちゃ理解できるんだけど、でも香港人はそれと全然違ってて、時間があればとりあえず旅行行くのよ。だって香港めちゃめちゃ狭いから、外出ないと遊ぶところがない。世界を視野に入れてるから、海外移住とかも結構、なくはない話だし、周りも結構海外移住してる人とか、留学とかワーホリとか行ってる人いっぱいいるから、多分、香港人だと将来、海外で結婚するとか余裕で考えられるけど、日本人はそこまでできないんじゃないのかなっていうのがあります。デートのお金問題ってさ、日本だと別に割り勘でもいいし、もちろんできるだけね、男性に出してほしいっていうのがあるんだけど、個人的に別にそのこだわりがないのよね。むしろ出してしまう方なんで、やばいです。出したこと何度もあるので、この動画見てくれてるのかわからないんだけどね。はい、出してました。香港人は多分同じぐらいなのよね。割り勘とか、ちょっとだけおごるとかあるんだけど、日本と多分大して変わらないんだけど、カナダって、やばいのよ。とりあえず男性が絶対おごるっていうのが前提として、絶対でもないんだけど、でもヨーロッパの同僚とかから聞いたら、
男がおごらないと意味ないんだけどみたいな感じで言ってきたんだよね。特に最初のデート、なんか付き合う前のデートは男性が出さないともう振った方がいいよって言われたぐらい、本当にお金、そのデートのお金に関してすごくこだわりがあって、でもヨーロッパ人が言ったのがすごく印象的なのが、付き合った後は別に将来のこと、直近のことを考えるから、たまに女性の方から出してもいいよっていうのがあって、それは結構ギャップだったから結構印象的だった。日本 BS 世界って感じなんだけど、多分3回目のデートで告白する文化があるんじゃん。3回目で告白するって最初は悪くないと思ったんだよ。だってしっかりその段階ね踏まえて、1回目2回目3回目で知り合うことになって、それでじゃあこの人と付き合おうってなってはっきりさ言うんじゃん。だけどカナダとかアメリカとかよくある話なのが、特に最近なんだけどシチュエーションシップっていうものがあって、様子見るんだけど3ヶ月もずっと様子見てデート行ってるんだよね。それが私もそれがどうかなって思ってるんだけど、だったらちゃんとはっきり彼氏彼女っていうのが私は欲しいのよ。だけどただし今回はちょっと申し訳ないんですけど、自分の個人経験からちょっとだけね話すんだけど、この間ガチでデート2回重ねて、2回目の時にすっごく30代かな、30代前半の男性に、結婚とか焦ってるわけじゃないんだけど何回もせかされましたね。今これどう思います？どうなると思います？みたいな、この関係みたいな、どうでもこうでもないやろと思ったくらいなんだよね。自分が求める条件の中ではね、全然結婚相手としてはねいけるんだけど、ただときめきとかも一切なかったし、自分にも問題あるかもしれないんだけどさ、知り合って言って2週間経ってないのよね。でその段階で3回目のデートが次の週末だから、そこまでに答え出さないといけないぐらい、そんなにさ真面目にならないといけないのと思って、別に真面目に付き合いたいからその人と2回もデート行ってたわけ。真面目に付き合いたいんだけど、でも結局その人にときめきすらなかったから、3回目のデート行ってしまったら告白されて OK しないといけないの。もちろん断ってもいいんだけどさ、そんなにさ3回目にこだわりがあるんだ。それが嫌になって、本当に3回目って意外とない方がいいんじゃないのかなと思って、めっちゃ最近思いまして、香港人の男性はねそういうのがないから、確かに自分もなんだかんだ告白されたっていう流れになってしまった気がする。香港と日本多分同じだと思うのよ。そのデートの待ち合わせに関してさ、多分現地集合が多くて、例えば渋谷に行くと、ハチ公の前とかであったりするとか、とりあえず駅前とかの方が多いんじゃない？でもここにいると意外と、車持ってる人いっぱいいらっしゃいますし、車で迎えに来る人はいるし、車持ってない方でも自分のマンションの前とか自分の駅前、最寄り駅の駅前まで迎えに来てくれて、それでデート行くとかの方が多いから、こっちの方がめっちゃ紳士的みたいな感じがあるんだけど、好きかどうかは別なんだよね。めっちゃ重いなと思って。だって最初からもしマンションまで来てくれて、それで車にピックアップしてくるんじゃん。住所バレないって思って。住所バレてもいいんだけどさ、全部了承してる前提でデート行ってるから、だけどあれだけはちょっとなと思うんだけどね。でもカナダでは結構よくある話、自分じゃないんだけど、自分の周りでも結構そういう迎えに来てほしいっていうのが多いんじゃないのかなと思います。次、結構ね、みんな日本人だけだと思う。そんぐらいファッションとかに厳しいのが。前もさ、ファッションの動画とか出したことあるじゃん。もうね、日本人をディスるつもりは一切ない。マジで日本人マジで大好きすぎるし、その日本人のそのファッションセンスが本当にしっかりあるから、すごく尊敬してるっていうか、自分も結構好きだし、だからこそ日本人はかっこよく見えるのよ。
その服装だけでも髪型だけでもすごく気にしてくれてるから、男性の方でもね、女性の方でも可愛いワンピースとかでデート行ったりするんじゃん。私はそういう派じゃないから、ワンピースでデート行った回数一回もないんだよね。スカートはあったんだけど、苦手なんだからこそ、海外の文化の方が私が OK だし、香港は特にそうなんだけど、常に暑いから、おしゃれできるわけでもないし、だからこそみんな結構ね、デートの服装ってめっちゃ適当なのよ。電車の中で見かけたんだけど、あれでデート行ってるのダサすぎないって思うぐらい、なんかデートじゃないんだよな、みたいな。なんか、もうね、服装とかあんまり気にしないから、でもそれの良さって、女性もそこまで気にしなくても、普通に気軽くデート行けるのが結構いいんじゃないのかなと思って、ここは、カナダはね、普通はね、本当に普通に T シャツで、ジーンズみたいな感じで、それでデート行ってる方もいっぱいいらっしゃいますし、だけど、ホテルのバーとかなんかそういう高級ラウンジとかになるとマジで超ドレスアップするのよ。めっちゃめちゃ綺麗でワンピースでキラキラしてメイクもがっつりして本当に美しくてみんなのパワーすごく欲しいぐらいそれやったことまだないんだけど、カナダだとギャップがちゃんとあるんだけど香港だと永遠までずっとあんなもんです。普通です。めっちゃ普通。だから日本のその可愛らしさめっちゃ求めたりするんだよな、最近。ファッションを気にしたりする男性見てしまうなと思って。タイプな話なんだけど、男性が求める女性のそのタイプっていうものが、日本だとさ、結構、可愛らしい女性の方がモテるとか、あざとい女性の方がモテるとか多いんじゃん。とりあえず可愛らしくいないといけないし、だけど、ここの女性って割とみんな強いのよ。そんなテレテレしてる女の子を見かけないし、それが香港とも多分一緒で、サバサバしてるって言ったら変だけど、平等な関係にあるし、可愛らしさを求めるよりかは、かっこよさ。一緒にいて居心地がいいと言いたいことはちゃんと言えるっていう環境かな。わかんないんだけど、自分も日本人の男性と付き合ったこと全然あるんだけどさ、日本人に言われたのよ。日本人の男女を問わず。日本人にも言われたんだけど、お前マジで日本人だなって言われるんだけど、ここにいる女性って男性といる時でも別に気遣いとかそこまでない感じなのよね。そのあざとい顔とか可愛い顔とか褒めてほしい顔とか見せたりしない。そういうのが意外と好きかもしれない。割とギャル、みんなが言ってるさ、ギャルってどんな意味なのかが私にはわからないんだけどさ、大人って感じかな。日本だとキュンキュンとか求めたりするんだけど、ここってそこまでなんかそのキュンキュンとか求めたりしないのよ。男性の声がかっこいいからキュンキュンするっていうことはあるかもしれないんだけど、仕草とかでキュンキュンするって私あんまり聞いたことない。ここにいる女の子ってすぐ切れちゃう。なんか香港でも同じなんだけど、私切れたりしないタイプなのよ。めちゃめちゃ日本人。何があってもとりあえず飲み込めるし、受け止めるタイプなんで、怒ったりも全然しないのよ。だからこそ、ここの人見ると、めちゃめちゃ、みんな怒るな、みたいな。なんか、彼氏にめっちゃ怒ってるみたいな。そう、いろいろね、詳しく話せないんだけどさ、みんなマジ個人情報なんで話せないんだけど、すげえ怒ってますよ、みんな。遠距離恋愛が無理っていうのが、日本人の方が多いかもしれない。自分も全然ダメなんだけど、ここだと割とみんなさ、留学とか行ったり、移住する人とか、結構そういう、なんていうの？他の国に行く文化があるから、とりあえず遠距離して、それでまた3ヶ月後とか半年後ぐらい会いに行けばいいんじゃんっていう概念が結構あって、だから別に遠距離恋愛に抵抗がそこまでない気がする、本当に。自分で感じたカナダと香港と日本の恋愛観っていうか、デートのやり方とか、そういう違い、香港とカナダって分かりにくいのよ。誰かと付き合うってすごくなんか相手の気持ち分かりにくくて、何を求めてるのか、すごく分かりにくい部分があるのよね。でも、日本人だとめっちゃ分かりやすい。その好きな系統とか、好きなものとかも一定してるのよね。細い子が好きみたいなのがあるんだけど、結局
特にカナダなんだけど、みんな本当に好みがまちまちなんだからつかめられないんだよね。その恋愛観とかもめっちゃ本当にいろんな考えがあるからこそ、日本みたいな感じで固定概念が強くて、基本的にこのルールを沿っていけばいけるみたいな、そういうのが本当にもうないから、ここで誰かと付き合うってなかなか生きづらいなっていうのがすごくある。日本人がちょろいとかじゃないよ、すいませんね、こう言っとくけど、日本人がちょろいとかじゃないんだけど、ただ分かりやすいから個人的に好きかもしれないねっていう話です。答えたのかしらね。いろいろ話せない内容もいっぱいあるから、もしね、そういう質問ね、そういう深い質問、はい、あるのであれば、ぜひコメント欄でも DM でも何でもいいので質問してください。機会があれば絶対お答えしますので、ぜひ待っててください。ではですね、今回の動画はここまでです。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。